おはようございます。たかしです。本日は12月10日火曜日、ただいま8時12分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。昨日はポンド円上昇してきてますね。比較的大きめの陽線になってきております。ここのところ上昇トレンドは描いていたんですが、このトレンドラインですね。このオレンジのトレンドラインを一度下抜けてきました。なのでここからこういう動き方が現在は想定されます。ちょうど今 GMMA の青帯、過去ここを下抜けて GMMA の青帯付近で上値を抑えられて下落してきました。ということは本日このあたり、昨日ちょうど GMMA の青帯で上値を抑えられているの分かりますよね。そう考えると本日から下落していく可能性も考えられるんですが、ちょうどこの平行チャンネルの内側にも戻されてきましたので、現在はこの平行チャンネル、そしてこの GMMA、こういう動きですよね。その間でのレンジになってくる可能性ですね。この間でのこういう動きを想定しておくといいと思います。もちろん、下抜ければ大きく下落しますし、上抜ければ再びこの直近の高値を目指して上昇すると思いますので、今はそれがどちらになるのか、ちょうど今節目にありますので、この節目を上抜けるのか、それとも上抜けられずに下落するのか、っていうところを見ておきたいです。では4時間足です。先ほどの日足を見ていると考え方としては単純ですよね。この白い水平線を上抜けるのか、それとも白い水平線を上抜けられずに下落するのか、下落するのか上抜けするのかというこの2択ですね。ですので本日はここからここを上抜けてくるのかどうかっていうところを見ておくといいと思います。上抜けられなければ下落、上抜けていけば大きく上昇ですね。そして昨日の上昇でここ4時間足でも上昇トレンドを作ってきておりますので、そう考えると基本的には下がったところからの押し目がいいというこういう動き方を想定しておくといいと思います。ですので今日足のこの水平線にぶつかってますので、本日は一旦の下落方向ですね。そして GMMA がじわじわとこう上昇してきますので、そうすると GMMA に接触して上昇していくというこんな動き方をイメージしておきたいです。現在ストキャスティクスも高値圏ですので、やはり本日は一旦下落方向を見ておくのがいいですね。では1時間足です。昨日の動きは一旦金曜日の安値を下回るような下落をしてきたんですが、結果的にそこからの強い上昇で、この金曜日からのこの下落のトレンドを崩して上昇しているというそういう形になっております。昨日の陽線を見ていても強い上昇っていうのがわかりますよね。ここすごく強いですので、基本的には本日も下落したところから買っていくという、こういうイメージを持っておいてください。GMMA の青帯まで少し距離がありますので、本日はもうちょっと下落して、GMMA の青帯付近でサポートされればそこからの上昇。もし GMMA の青帯でサポートされなければ、もう一段の下落。一旦下げ止まりはこの赤い水平線、このあたりを見ておくといいと思います。マックス下がってきても 190.8 ぐらいまでと見ております。もしかすると 191.5 付近、このあたりで下げ止まる、こういう動き方ですね。この動き方、もしくは今 GMMA の青帯からの上昇、こういう動き方の現在は2種類がイメージされますが、もしかするとこのあたり深く押しを作ってくるということも考えられます。ただここまで押しを作ってくると次上昇っていうのはなかなか難しいと思いますので、そこはご注意ください。なので本日ですと、アラートを仕掛けるのが昨日の高値ですよね。そしてこのオレンジの水平線、そして今引いたここですね。この4本の緑のライン、このあたりにアラートを仕掛けておくといいと思います。トレーディングビューではアラート簡単に設定できますので、まずはアラートを設定して、そこから次通知が来るのを待ってから、そこで初めてエントリーを検討するっていう、そういう考え方を持っておくと、チャートに貼り付かなくて済みますので便利です。トレーディングビューまだご利用でない方は、無料で登録できますので、概要欄に URL を載せておきます。ではドル円を見ていきましょう。こちらも同じ感じですよね。昨日は上昇してきたんですが、結局今 GMMA の青帯で上値を抑えられておりますので、そう考えるとこういう動き方が想定できます。ストキャスティクスはまだ上昇中ですので、本日も上昇方向に動きやすいのかなというところで、もしストキャスティクスもうちょっと上昇していて、チャートも上昇してくれば GMMA の青帯の上に乗せてくるというこういう動き方ですね。それがどうなるかというところ、今は GMMA の青帯を上抜けるのか、それとも上抜けられずに下落するのか、ポンド円と全く一緒ですよね。現在地付近から上昇するか下落するかで、この先の動きが大きく変わってくると考えております。では4時間足です。その中4時間足では若干ですが上昇トレンドになってきてます。直近の高値を昨日若干上回ってきておりますので、上昇トレンドを作ってきておりますので、基本はこういう上昇で押しを作ったところから買っていくっていう、そういう押し目買いですね。ですが、しっかりと押しを作るのを待つっていうことが大切ですので、本日はこの下落の動きを待っておきたいです。直近の高値がこのオレンジの水平線 151.95 なので、だいたい152円ぐらいになりますので、もしかする
ると152円ぐらいまで上昇してからの押しをつけに行くのか、そしてこういう動きになってくるか、もしくは152円で、こういうダブルトップみたいな感じで下落していくのかというところを見ておくといいと思います。どちらにしても一旦152円ぐらいが今直近の高値で分かりやすいところになりますので、そのあたりを現在は目指しているんだろうなと考えますが、ストキャスティクス高値圏ですし、先ほど言ったようにこういう動き方ですよね。上昇してしっかり本日押しをつけてから152円まで上昇していくという、そういう動き方をまずはイメージしておいてください。もちろん GMMA 青帯下抜けると大きく下がっていきますので、そこはご注意ください。では、1時間足です。1時間足、昨日はこの高値を超えてきているんですね。若干ですが上抜けてきてますので、ここからこのまま上昇していけるのかどうかっていうところですね。ただ、GMMA との青帯、距離がありますので、やはり本日は一度下落方向を待ちたいところではあります。で、先ほど言っていた152円っていうのはこの高値ですよね。この高値を現在を目指しているところですので、押しをつけてからの上昇になるのか、このまま上昇していくのかっていうところを見ておきたいです。ストキャスティクスはこちらも高値圏。4時間足も高値圏でしたよね。4時間、1時間足ともにストキャスティクスは高値圏ですので、やはり一旦は下落を待ちたいんですが、朝方から上昇しておりますので、このまま上昇しきるかもしれませんけれども、今のインジケーターを見ていると、この上昇についていくのは危険。いつ大きめの下落をしてもおかしくないというふうに考えますので、今のこの上昇にはついていかない方がいいと思います。しっかり押しを作る。こういう動きですよね。しっかり押しを作ってからの上昇についていくっていう考え方を持っておいてください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。